BTS の兵役について、所属事務所ハイブから公式に発表され、いよいよ長男陣の入隊が迫ってきました。ここ数年、BTS はいつ入隊するのかというニュースで溢れ返っていましたが、当のメンバーたちはどのような心境だったのでしょうか。今回は Weverse ライブでジン自身が兵役について語った内容をお届けします。実はジンの入隊は2020年に予定されていたこと、また兵役前にファンを思ってプサンでのコンサートが開催されていたことが分かりました。Weverse での生配信でファンへの思いを語っているジンの姿は涙なしで見ることができません。BTS メンバーが兵役へ。2022年10月15日に韓国・プサンで開催されたワールドエキスポ2030プサンコリアコンサート BTS Yet to Come in プサンを大成功に収めた BTS。その翌々日の10月17日に所属事務所ハイブが BTS メンバーたちの入隊手続きのため実質グループ活動休止に入ることを発表。プサンでのコンサートの余韻が冷めやらぬ中、突然発表された BTS メンバーたちの入隊のニュースに驚いた方も多かったのではないでしょうか。ジンは現在兵役法に基づき文化体育観光部長官の入隊延期推薦を受け、満30歳となる年末まで入隊が延期されています。今回、その軍入隊延期を取り消し、入営通知書を受け取り次第入隊するとのこと。また、ハイブは2025年あたりには BTS が7名でのグループ活動を再開することを希望していますとし、BTS メンバーの入隊期間については、2022年末から2025年の約3年間であることを示しました。しかし、入隊日に関しては、こちらの都合で決めることができないので、詳しいカムバック時期は未定となっているとのことです。Weverseで、ジンが兵役について語った。2022年10月28日にゴールドプレイとコラボしたソロ曲、ザ・アストロノートをリリースしたジン。また、同日にアルゼンチンで行われたゴールドプレイのツアーで、新曲のステージを披露しました。ライブ当日、現地時間の朝8時にWeverseライブに現れ、新曲ザ・アストロノートについて語り、ファンとの交流を楽しんでいたジン。生配信の終盤で、世界中のファンたちが気になっていた BTS の兵役について、ジンの口から語られました。ジンによると、当初の計画では、2020年11月に発売したアルバム BE をリリース後に入隊する予定だったとのこと。しかし、2020年8月にリリースしたダイナマイトがビルボード HOT100 で1位を獲得するなど予想以上のヒットを飛ばし変更になったそう。その後ももう少しアーミーを楽しませようという気持ちでバター、パーミッション2ダンスをリリースすることに。するとこの2曲もビルボード HOT100 で1位に輝き、ダイナマイトに続いてバターもグラミー賞にノミネート。グラミー賞が終わったら兵役に行こうともう一度準備をしていたと語り、2022年6月14日に公開された万端会食でソロ活動に注力することを発表。事実上、この万端会食がファンに向けて兵役へ行くことを知らせる映像だったということですね。ジンは万端会食が公開された6月以降スケジュールはなく入隊準備を進めていたのですが、そこに万博誘致のための BTS Yet to Come in プサンの話が来たのです。ここで入隊したいジンと最後に完成のあるコンサートをしたい他のメンバーとの間で意見が分かれましたが、アーミーに喜んでもらいたいという気持ちでプサン公演を開催することに。プサン公演が
兵役前の最後のコンサートになるのではと、ファンの間では噂されており、このタイミングで何か発表されるのではないかと予想されていました。しかし、ジンはアーミーが悲しむ。涙の公演にはしたくなかったと、プサン公演での明言は避けたとのこと。また、ジンは兵役に関し、BTS がバッシングを受けていたことも知っていたと語っていました。世間からの、心ない、まだ入隊していないのか。早く行け。まだ行かずに何をしているんだ。というコメントに傷ついたと。準備もして入隊意思もあるのにもかかわらず、厳しい意見が投げかけられ、発表できる日まで我慢をしたジン。これも、すべて私たちファンのためだったと、今回のWeverseライブで知ることができました。兵役という発言しにくい事柄もきちんと説明するジンに誠意を感じましたよね。また、ここまで赤裸々に自分の気持ちを語るジンの姿に胸が熱くなり、涙するファンの方も多かったことでしょう。ジンの兵役についてアーミーの声。世界中で BTS の兵役を免除するべき、BTS は兵役へ行くべきなど、メンバーたちの兵役について賛否が飛び交っていました。2020年に、ジンがインタビューに対し、大韓民国の青年として、兵役は当然の問題だと思います。国からの招集があれば、いつでも応じる。時期になって招集があるならいつでも応じる予定です。メンバーたちともよく話しますが、兵役にはみんなが応じる予定ですと。このように、以前からメンバーたちは兵役へ行くことを公の場で明言してきました。なので、いつかは入隊するだろうと、多くのファンたちは覚悟していたといいます。もちろん入隊してしまうと、約2年間の空白期間があり、ファンとしては寂しいですよね。しかし、約2年という他のアイドルグループより短い活動休止期間であるという点が、彼らのファンへの思いが現れていると思います。BTS のファンたちは、一人も欠けることなく、完全体でのカムバックを強く願っており、7人全員で同時入隊してほしいとの声も多く寄せられていました。そのファンの声が、もしかして彼らに届いていたのかもしれませんね。また、SNS では、先陣を切って入隊するジンに対して、称賛の声がたくさん投稿されていました。BTS の兵役問題では、最年長のジンが、いつも矢面に立たされており、他のメンバーより批判も多かったことでしょう。そんな苦労が多かった中、ファンのためを思い、BTS、Yet to Come in プサンを公演するという選択をし、入隊を遅らせてくれたジン。そして、プサン公演の準備をしながら、ソロ曲も同時に作業していたといい、かなりハードワークだったと考えられます。ジンのソロ曲、ザ・アストロノートは、ファンに向けたまっすぐな気持ちが歌われている楽曲で、涙なしで聴くことはできません。兵役へ行く前にこんな素晴らしい曲を残していってくれるなんて、BTS のファンたちは、ジンに愛されている証拠ではないでしょうか。兵役制度がない日本人にとって、この問題は理解しがたく、ただただ彼らが活動する姿が見れなくなるのは寂しいと感じた方も多かったはず。しかし、寂しいのは BTS メンバーたちも同じだということも忘れないでおきたいですよね。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は Weverse ライブでジンが兵役について語った内容をご紹介しました。兵役について多くを語ることがなかった BTS ですが、ジンの発言で全てファンを思ってのことだということが分かりましたよね。どうか BTS メンバーの兵役が無事に終わるようにと願うばかりです。そして2025年にカムバックした時には盛大に彼らを迎えましょう。